最近買ってよかったものをババッと紹介してみたいなと思っています。これが緑のポピー畑、タオル製なんだけど夏にぴったりと書いて、このそのフラワーベースとワンちゃん探し物は図書室の本。Side by side we sway there in all the colors. Lonesome love folded on the lawn chair in all the colors. Stop giving back. Honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Talk to me and tell me all that you've seen, all the colors, summer love. Memory. こんにちは、えりこです。ここからちょっと話し始めてみます。で、今日は最近買ってよかったものを18個ババッと紹介してみたいなと思っています。で、いつもの通り喋るときは必ずいる彼と一緒にちょっとおしゃべり形式で紹介できればなと思っているのでね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、今回なんですけど、今夏真っ只中っていう感じで、すっごく暑いですよね。家で過ごすのももちろんなんですけど、夏だから結構お出かけとか外出も多いかなと思います。で、私たちも結構お出かけして、この前も北海道にフェスに行ったりとか、そういうお出かけも多くなってるので、お家でも外でも涼しく快適に過ごせるようなアイテムを選んでみたので、最後までゆるっと見ていただければなと思います。では早速行ってみましょう。一つ目は何ですか？はい。で、一つ目は飲みます。美味しい。梅シロップが出来上がってきて美味しいです。最近あれだもんね、炭酸メーカー導入したもんね。炭酸メーカーすっごく便利で、これでもう水道水からブリタにして、ブリタの美味しいお水を炭酸水にするっていう循環が出来上がって快適に過ごせそうで、これもねすごい買ってよかったなと。もう使い始めたばっかなんで選んではなかったけど、でもめちゃくちゃいいなと思ってます。最初に紹介してあげたら、じゃあ。そうだよね、紹介しちゃおう。で、こちらが炭酸水メーカーになります。で、これは Amazon のプライムデーの時にセールになっていたタイミングで購入しました。で、これは R ケっていうメーカーのカーボネーター3っていう炭酸水メーカーです。なんかね、ソーダストリームが一番有名だよね。だけど、なんでこれ選んだっけ？で、これを選んだ理由はデンマーク発のブランドなんですけど、見た目がスタイリッシュなのがすごくいいなと思って惹かれて、それが一番の理由かなと思います。しまうことはできるけど、なるべく気軽に使うには普段置いといても大丈夫なようにしたいなというふうに思って、見た目も気に入るデザインが
家電はやっぱ好きなので、一番これがスタイリッシュで置きたいって思ったものです。でこれすごいのが電源がないんです。なのでこういう風にどこにでも置けるので、配線ってちょっと気になったりとかごちゃっとしがちなので、それがなく使えるのがすごくいいなという風に思います。本当にね、お水入れてさっきみたいにこうボトル、プッシュッとそうつけてプッシュするだけだもんね。簡単だしゴミが減るのですごくいい。炭酸水すぐね、炭酸が抜けちゃうと新しい方開けちゃうかなとかつい思っちゃうので、それがないのがいいね。うちはね、そのせいで炭酸水のボトルが冷蔵庫に6本ぐらいありますそんないないこれ良かったな、買って。これ良かったね、この前の Amazon プライムデーで一番良かったかもしれない。めちゃくちゃいい。これ愛用します。おすすめ。で次はこの風鈴です。いい音するね。いい音でしょ。これは中川正七商店っていういろんなところに店舗あったりとかオンラインショップで買えるんですけど、そういう日本の道具とか日用品のセレクトショップで購入しました。でこれ買った理由は、先日奈良井宿っていう日本の風情ある街並みっていう感じの街にちょっと1泊2日で旅行に行ってきたんですけど、ここでいろんなところに風鈴があって、それがすごく癒されるなっていうふうに思ったんですね。なのでせっかく夏なので夏らしさを感じたいな、お家でも感じたいなと思って風鈴をちょっと探してみたっていうのがきっかけです。小ぶりでね、あんまり主張もしすぎずで、響いた時の音とかも結構いいよね。そうだね、ちょっとやっぱガラスのよりは重めというか低めなのが落ち着くよね。このね、布のデザインもちょっと涼しげでシンプルでいいなっていうふうに思ってます。風鈴って日本の文化なんですかね。風鈴って日本の文化なのかな。あんまり海外で見ないような。見ないし聞かないし、ね。日本っぽいよね。窓開けてみてよ。そうしようか。お、いいね。今日ちょうどいい風。温度始まってるやんめっちゃ鳴る。なんなら今日風強めだね。風強めだねすごい鳴ってる次はこのお香です。これは大阪に旅行行った時に京都のお香を2種類というか2つのブランドのものを購入してきました。で私結構オーストラリアのお香を今までずっと使ってて、実は日本のお香ってあんまり最近使ってなかったんですけど、大阪のアンティークショップ行った時に香ってた香りがすごくいい香りで、そのアンティークショップのお姉さんが松栄堂っていうところのお香いいよっていう風におすすめしてもらったので、そこで購入してきてみました。もう最近使ってるんですけど、特にこの松栄堂の堀川っていう香りがすっごく好きで、いつも私は仕事をする午後の昼下がりぐらいの時にお香を一つつけるみたいなのを日課に最近してて気に入ってます。嗅いでみて。甘いんだけど和菓子みたいな甘さ。和菓子みたいな甘さかも。そう、甘いのよ、結構。本当に海外のお香とは違う甘さだね。お寺とかのお線香に近いような雰囲気ではあるけど、でも甘い。ちょっと甘め。食べたことありそうな食べ物結構オーストラリアのお香とかは、海外の感じを感じれたいとか、あと華やかな感じの香りが多いんだけど、これはもう少しじいちゃんおばあちゃん家に帰った時の、田舎の畳の上でいるような気持ちを味わえるのが好きで、
表現すると、うん、シナモンとかにちょっと近いような気はするんだけど、あでももうちょい和だし、なんかしつこくないし、うん、まあ想像するにこうちょっと畳みたいなさ、うん、なんか落ち着く感じがあるよね。落ち着く感じがある。そう、表現が難しい。難しいね。この堀川っていうのが結構甘めで、この2条とかこの順でこう甘くなくなっていく。こっちは本当にね辛めっていうか、へえ。そう、もう少しなんか山椒とかになっていきそうな。ああ本当だ。山椒確かにちょっと近いかも。そう、本当にしっとりしたいなっていう時はなんかこっちとかの方がいいかもしれない。もちろんオーストラリアのお香も好きなんだけど、なんか気分で変えるみたいなのを楽しんでます。夏感じれる。これはコーニーっていうブランドのコーン茶です。これは三軒茶屋のマルシェに行った時にポップアップをやっていて、買ってみました。でそこから最近ハマって水出しのコーン茶を作って毎日それを飲んでいます。こんな感じで水出しにして飲んでるんですけど、焙煎されてるコーンがそのまま入っていて、その焙煎されたコーンを入れて水を入れて、一晩ぐらいつけるとできるっていうものです。一晩経つとそのコーンが全部沈んでくれるんだよね。そうそう、最初浮いてるんだけどどんどん沈んでいくから、注ぐ時もコーンを入れずに注げるような感じです。でこれが残ったコーンはトウモロコシご飯みたいな感じでご飯と一緒に炊いて食べることができるので、最後まで楽しめるっていうのがすごくエコだし、でトウモロコシご飯もこういうことがないとねあんまり食べないね。あんまり私たちは食べないので、なんか気軽にトウモロコシご飯楽しめて、それもいいなというふうに思って気に入ってます。なんか普通のトウモロコシご飯よりもこうなんかお茶っぽいというか、焙煎された香ばしい香りがして美味しいよね。香ばしくて美味しい。でコーン茶は韓国でよく日常的にもうちっちゃい時から飲まれてるみたいなお茶で、美容にもいいし、腸とかお腹の活動にもいい効果があるみたいです。夏だとやっぱ水出しのお茶が飲みたくなるなと思うので、このコーン茶に出会えてよかったというか、結構気に入ってます。ぜひ皆さんも試してみてください。次はこのクラフトジンのホロンです。ホロンって知ってるのかな。なんかおしゃれなところにたまに置いてるよね。ね、バーとかね、とかダイニングレストランとか、そういうところに結構あったりはするんですけど、こうシーズナルのフレーバーが夏とか冬とかそういうタイミングで3ヶ月に1回ぐらい多分出てて、で冬はみかんのフレーバーで、夏のタイミングで今梅しそっていうフレーバーが出てるんですけど、これが私すっごい大好きで、なんだろう、梅酒とも違うな。飲みやすいよね。すごい飲みやすい。本当にジュースなんじゃないかって思うぐらい飲みやすくて、ジンの香りもほのかに香るし、梅しその香りもして、夏にぴったり、結構飲みやすいジンだね。この瓶も可愛くて、置いてても絵になるというか、置いておきたい、キッチンに。さっきのあれと一緒だね。炭酸のメーカーと一緒だね。そう、キッチン結構シンプルになっちゃうから、置いておきたいものがあると嬉しいなっていうふうに思います。でこれは実はホロンさんからいただいたものになるんですけど、すごく気に入ってて、定期的にというか夜ゆっくりと飲んでるジンです。おすすめです。ジン好きな方はお試しあれ。お試しあれ。で次はブランケットです。これは AOVA っていうタオルのセレクトショップで購入しました。でそこは海外製のタオルを輸入して販売してるところなんですけど、こういうデザインがユニークというかアクセントになりそうなタオルをセレクトしてるブランドです。面白い模様してるね。これはタオルスタジオっていうドイツのブランドのブランケットです。いろいろデザインがあるからどれが合うかなっていうふうに思ったんですが、うち
このマットレスのところに敷こうというふうに思ってて、これが緑なのでなんか緑とあとテラコッタ色というか赤系の色がこう散りばめられているので、この組み合わせなんか似合うかなっていうふうに思って選びました。こんな感じで4つに分割された模様になっていて、ポピー畑、なんか一面に広がるポピーをイメージして作られた模様みたいです。なんかね、こう紐みたいな感じの模様になってて可愛い。確かに言われればちょっとポピーみたいな茎の形してるね。やっぱり夏は暑いのでこうさらっとしたブランケットがあったらいいなっていうふうに思って、こんな感じの素材感になってて、タオル地なんだけど薄手で、夏にこうなんだろう、かけてても暑くないというか涼しく感じられるような素材になってるのもいいです。デザインが可愛いかな。やっぱりニュアンスというかさ、こういう模様ってあんまりないじゃん。ユニークというか唯一無二な感じで可愛いなっていうふうに思います。あと本当になんだろう、かけ心地がいい、とっても。よいしょ。はい、次はイッタラのアイのアールトシリーズの器というか食器です。このグラスとか今日も使ってるこれなんですけど、すごくね涼しげというか夏にぴったりな器だなっていうふうに思ってます。これは水の波紋をモチーフにしてデザインされたシリーズなので、結構影の出方とかがなんだろう、ニュアンスがあるね。ニュアンスがあって綺麗だったりとか、イッタラって陶器とかのイメージだけど、これはガラスなので本当に涼しげなイメージ。私はこの平皿とちょっと深いめの皿とこの小さいグラス、なんかもっと大きなサイズのグラスもあるんだけど小さめサイズのグラスを持ってて、このグラスとこっちのちょっと深めの皿をすごくたくさん使ってます。アサイーボウルとか入れてるよね。そうそうそう、デザート系とかフルーツ系とかそういうのもがすごく合うので最近すごく使ってるし、こっちもやっぱソーダ、梅ソーダとか、お茶を入れるのもいいなと思うし、冷たいもの全般、夏にはちょうど良さそうな感じがするよね。そう、夏にはすごくちょうどいいです。私たちフィンランドに5月に行ってきたんですけど、その時にアールト邸、そのアルバ・アールトっていうアルテックの創業者の方のお宅に行ってきて、そのアイのアールトっていうのがアルバ・アールトの奥さんで、その方もデザイナーとして活躍してたんですが、その方のこのシリーズの初期のものとかが展示されてて、すごく素敵だなっていうふうに思って、ここからどうしても気になると思って日本に帰ってきて買おうと思って迎えることにしました。これは本当に買ってよかった。あれなんだ、フィンランドで買ったわけじゃないんだ。そう、フィンランドで買おうかなと思ったけどちょっと悩みに悩んで、これはなんかヴィンテージとかではなくて今も生産されてるから、現行品ね。そう、現行品のお手頃のものを購入しました。本当はね、初期のアンバー色、茶色のデザインのものとかがあって、結構アンバー色好きなのでそれが本当はいいなっていう風にちょっと惹かれてます。でもヴィンテージであんまり売られてなかったり価格もちょっとお高めだったりするので、いつか買えたらいいなっていう風に思ってます。そんな感じ。次はこのアンティークのフラワーベースとこのワンちゃんです。大阪のアンティークショップに行った時に見つけて購入してきたんですが、すごくお気に入りでちょっと紹介したいなと思ってできました。大阪 Vlog をちょっと詳しくは見てほしいんですけど、ヨーロッパとかアメリカから輸入したフラワーベースがたくさんあって、そこで窓際にいくつも置いて、どれがいいかなって言ってすっごく悩み悩んで持ってきた子たちです。ひび割れ、ガラスのちょっとひび割れた感じのニュアンスがすごくいいなっていうのと、この取っ手とかここのカーブのラインとかがすごく可愛いでちょっと重心が下になってるようなこのフォルムも
いいなと思って気に入ってます。最近はこれに一輪のお花を挿して飾ったりとかして楽しんでいます。この一輪挿しの隣に置くならこのワンちゃんが似合うなと思って選んできたワンちゃんも可愛くて、細長い101匹ワンちゃんに出てくるようなワンちゃんとかブルドッグとかいろんなワンちゃんいたんですけど、私は結構モフモフのワンちゃんが好きなので、このちょっとモフモフ感があるヨークシャテリア。ヨークシャテリアというの？ヨークシャテリアじゃないの？ヨークシャテリアかも。可愛くてこのセットで気に入ってすごく最近眺めてます。そうで、もちろん可愛いのもあるんですけど、アンティークショップのお姉さんと1時間ぐらいめちゃくちゃたくさん喋って仲良くなって、でおしゃべりしながらこっちがいいかも、これが可愛いかもみたいな感じでそう選んだのが、それも含めてなんか思い出というかいいなっていうふうに思っている理由です。よいしょ。で次は本を2冊紹介したいなと思います。これは夏ってお出かけも多いので、なんか家でふーってこう一息つきたいなっていう時に、私が最近読んでて落ち着くなって思ったものを2冊紹介したいと思います。本が大好きなので、ちょっと本も定期的にこれから紹介していきたいなというふうに思っているので紹介します。1冊目はお探し物は図書室までっていう青山美智子さんっていう方の本です。小説です。でこれはすごく落ち着くというかほっこりするようなお話です。ちょっとあらすじを読むと、お探し物は本ですか？仕事ですか？人生ですか？仕事や人生に行き詰まりを感じている5人が訪れた町の小さな図書室。彼らの背中を不愛想だけど聞き上手な司書さんと思いもよらない本のセレクトと可愛い付録で後押しします。自分が本当に探しているものに気がつき、明日への活力と希望が満ちていく物語っていうようなあらすじなんですけど、オムニバス形式になってて、この不愛想だけど聞き上手な司書さんっていう方が必ずどの話にも出てきて、でその5人それぞれが主人公になって、仕事に悩んでたりとか子育てに悩んでたりとか、そういう悩みを抱えてる人がちっちゃな図書室に入ってきて、で何気なくその人におすすめされた本を読んで、ちょっとずつ自分がどうしたいかっていうのが分かってきて前に進むみたいな感じのお話です。すごく共感できるような何気ないエピソードなんだけど、誰もがこういう悩みあったなとか、こういうこと思ってたなみたいな悩みを一冊の本で解決していくみたいな感じで、本っていいよなっていうふうに思う。すごく読みやすくて、隙間時間にちょっと一息つきたいな、お茶しながら本読もうかなっていう時に大事に読みたくなるような本です。読んでると一話一話最後に私も頑張ろうっていう風に前向きに終われるような読後感なのがいいなっていう風に思ってます。これ結構有名な本なので知ってる人は知ってるかもしれないんですけど、海外でも実は8カ国ぐらい翻訳されてるらしくて、英語だと What you are looking for is in the library っていう、よくよく考えればオーストラリアとかの本屋さんでもランキングになってたなっていう感じで、海外でも評価されてるような本みたいです。なのでもし海外で気になる人も多分町の本屋さんに売ってるので探してみてください。で2冊目は美しいものをという花森康二さんという方の作品集です。花森康二さんは暮らしの手帳っていう昔のもう終戦の時代くらいから長く愛されてる雑誌なんですけど、暮らしの手帳の初代編集長の方です。でこの方は挿絵とかも上手だったりとか、言葉の紡ぎ方もすごく素敵な方で、その挿絵と美しいものっていうのをテーマにした言葉を集めた挿絵集になってます。私はこの花森康二さんがとと姉ちゃんっていう朝ドラ
その暮らしの手帳を作ったとと姉ちゃんっていうその女性の方をモデルにした朝ドラなんですけど、そこで花森康二さんのことを改めて知って、そこからすごく興味を持っていろんな本を読んでいます。すごく本質的なことを上手に分かりやすい言葉でこう紡ぐ方なので、私はこの方の本とかがすごく好きです。で、美しいものっていうこの本は改めてこう日常に転がっている美しいもの、日常の生活を改めて考え直そうって思えるような本なんですよね。なんでこうずっと手に持ってたいなっていうふうに思えるような一冊です。で、私が気に入っている一節を読みたいんですけど、君何を着たっていいんだよ、あんまり分かりきったことだからつい憲法にも書き忘れたのだろうが、すべて人はどんな家に住んでもいいし、どんなものを食べてもいいし、何を着たっていいのだ、それが自由なる市民というものであるっていう一節がすごくいいなっていうふうに思いました。美しいって特別なことじゃないんだなっていうふうに思えるので、ちょっとこう難しく考えがちな時に開きたい、最近読んでていいなっていうふうに思ったので紹介しました。美しいものをぜひ手に取ってみてください。よいしょ。次はこのレインズのリュックです。デンマークのコペンハーゲン発のブランドで、これはそのデンマークに行った時に購入しました。で、レインズはもともと私知ってて、また別のバッグをもう数年前とかに使ってた時があったんですけど、こうレインズってシンプルなネイビーとか黒とかシンプルなデザインのバッグが印象的だなと思って、雨にも強いっていうのが特徴のブランドっていうイメージだった。日本だと結構黒か灰色ぐらいしかカラーがないようなイメージだよね。イメージはそうそうそう。デンマークに行った時にこのデザインのものを見つけて、すごい可愛いなと思って、もう一目惚れして勢いで買ってきちゃいました。で、ベージュのベースにこの緑色のスティッチが入ってて、チャックになってて、街をこうファスナーでこう締めると薄くなるような仕様になってます。でも私はこのスティッチが可愛いなと思ってるので、基本はもうこれを開いた状態で使ってるんですけど、ここのポケットのここにも緑が入ってて、この緑がアクセントになっててすごく可愛いなと思ってます。このポッケもね、普通はついてないんだけど、撥水性は多分落ちるんだけど、デザインがやっぱりユニークで可愛いので気に入ってます。そこのポッケに本とか入れてる、本とかAirPods とかを入れてて、パソコンが入るので作業する時のバッグとしていつも持ってってます。ちょうどこんな感じです。かわいい。かわいい。ルイジアナ美術館で買ったんだよね、確か。そう、コペンハーゲンのルイジアナ美術館のところに売ってました。で、これは多分デンマークか他のヨーロッパの国でも買えるんじゃないかなと思います。なんか日本ではなさそうなカラーだったよね。そう、日本でも検索してみたんだけど、日本ではないカラーだった。似たフォルム、このポッケがついてるタイプのものは多分売ってるかな。そう、これ可愛くて最近みんなに褒めてもらえるリュックです。で、最後、お出かけするときに便利だったグッズを紹介します。こっちが暑さ対策で、これが雨対策っていう感じ。どれもこの前フェス行った時にすごく大活躍してくれたので、この時期には重宝してくれると思います。まずはこちらのハンディファンです。こんな感じで風が出てくれるのと、冷却できるモードもあって、ここの銀色のところが冷えるので、こっちのモードにするとよりこう冷たい風が来てくれるっていうような感じになってます。ハンディファンを使ってなかったんですけど、そんなに効き目ないんじゃないかなって思ってたら結構違うなっていうのをこの前北海道に旅行行った時感じました、ね。これは僕が Amazon で買いました。はい、Amazon で買ってくれました。しかも2500円ぐらいだったよ。安いね。うん、比較的安い方。これがあるだけで結構気持ち違かったので、もし持ってない人がいればおすすめです。
でそれと合わせて、これはもう本当にドラッグストアとかで買えるものなんだけど、ビオレのヒヤタオル、これは本当にシンプルに体感がこうマイナス3度になるっていう、結構大きめだから首に巻いて使ったよね、そうそうそう、普通のタオルと同じような感じで首に巻けます。でこれは叩くと冷たくなるっていうようなグッズです。ポンって叩くとなんかホカロンの逆みたいな、あ、そう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 、なんか北海道の逆みたいな感じで、こう握ってたらこう冷たく入れるような、これで便利だね。これも便利だし、これも同じだね。このビオレのちっちゃい方、ヒヤシート、こっちはタオルで、こっちはヒヤシート、これがあるだけで気持ちが違う。冷えタオルとかシートで冷やした後にハンディファンで風を送ると幾分か冷たく感じます。これおすすめ。次は雨対策なんですけど、最後イギリスのハンターっていうブランドの長靴を購入しました。これは知ってる人もいるんじゃないかな。結構長靴といえばみたいなブランドだよね。英子ちゃんも知ってた？私は知らなかったけど知ってたでしょ。まあおしゃれな長靴って言われたら結構ハンターを思い浮かべる人も多いかなって感じかな。フェスに行く前日に雨予報だっていう風になって、せっかくだったら長く使える長靴がいいなと思って購入しました。履きやすかったし、シンプルだけどアクセント入って可愛いなと思って気に入りました。こちら気にせずにこう泥のところにも突っ込んでいけるのがありがたい。で最後はキユっていうブランドのレインポンチョです。開けちゃおう。よいしょ。なんかあれだね、てるてる坊主みたいだね。こんな感じで覆ってくれるので、めっちゃ土砂降りだったんですけど、なんか気持ち全然平気というか無敵っていう感じでフェスを過ごすことができました。で可愛い、すごく。なんならね、せっかく買ったから、雨降れぐらいの気持ちだ、ね、いやそう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 、もう雨降っても全然 OK っていう感じで無敵状態で臨めたので、なんかキャンプとかフェスとか行く方は天気見て、もし雨だったらちょっとこれおすすめです。で夏なので暑いかなとは思うんですけど、ここにこう通気性が良くなるような着脱できるスリットがついてたりとか、ここもまくれたりするので意外と大丈夫でした。真夏だったけど。アウトドアショップのフェスコーナーにあったよね。そういうアウトドア系のお店とかスポーツショップとかにも売ってるんじゃないかなと思います。柄も多分たくさんあるので、私たちはこれしかなかったのでこれにしたんですけど、もっといろいろあると思うので気になる人見てみてください。というわけで18個紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。最後ちょっとだけ駆け足になったね。最後たくさん紹介しちゃったので駆け足になっちゃいましたが、気になるアイテムがあったらぜひ概要欄にリンクとか全部載せとくのでチェックしてみてください。あとはコメントとかで感想とか、なんか逆にこういうグッズおすすめだよっていうものとかあったらコメント欄でシェアしてもらえると私も嬉しいです。そんな感じかな。はい、というわけで今日も最後まで動画見てくれてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。